もう一人の僕。なんだ相棒、今ファラクトのパデモリで忙しいんだよ。大変だ、こいつが来ちゃったよ。俺のプラモ制作の予定はファラクト、アマテラス、エクゾディア。だが、急なエクゾディアの登場により、制作スケジュールの変更を余儀なくされた眠れない男ユチだ。このチャンネルでは俺のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に、改造や全塗装を行っていくチャンネルだ。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今日作るのはエクゾディアだ。この動画を見てくれているデュエリストたちは知っていると思うが、これは遊戯王で出てくるモンスターカードだ。遊戯王カードのモンスターを作れる。いい時代になったものだぜ。そしてこのプラも大きくてさらにディティールもすごいらしいので、早速作ってみていこうぜ。作ったエクゾディアがこんな感じだ。 MG 並みの圧倒的デカさ、そしてディティールの細かさによりプラモから滲み出てくる圧倒的パワー。王宮のマシンにふさわしい佇まいだぜ。そんなエクゾディアの魅力を早速細かく見ていこう。まずは頭部。特に見てほしいのはカードであまり描かれていないこのアンテナ。アニメよりもアレンジが効いていてとても綺麗だ。さらにその下の頭部のモールドにも注目してほしい。この彫り込み、昔のガンプラのモビルアーマー並みの凄まじいモールドの彫り込み。これが頭部だけではなく各所のパーツに彫り込まれており、素組みでもかっこよく仕上がっているってわけだ。さらに顔も見てほしい。顔の作り込みもとても細かく、さらにパーツ分割で塗り分けがされており、逃走するデュエリストたちにはとても作りやすい顔になっているってわけだぜ。次に胸だ。胸にある死者蘇生もプラモのアレンジデザイン。胸の周りにあるこの金のモールドと相まって、これがまたかっこいい。しかもこの金のモールドは嬉しいことにしっかりとパーツ分割がされており、ここも塗装するデュエリストたちには優しい作り込みになっているぜ。さらにもう少し下を見ると綺麗に彫り込まれた腹筋。ビプラでもここまで綺麗なお腹周りには出会えない。とてつもない綺麗な腹筋の作り込みだ。そして腰のふんどしは中央の部分が胴体パーツに取り付いており、その他の腰パーツは足の付け根についている。ふんどしの場所が腰と足とで別々の場所にあるのが違和感になるかもしれないなんて思っていたが、そんなことは全くなく、可動とプロポーションを両立した最高のデザインになっているぜ。そんなふんどしがついている足回りは曲線と直線がとても綺麗で、さらに膝に関節が仕込まれているのって疑問に思うくらい自然な造形で、しかも二重関節。足首にも関節があり、ひねったり曲げたりすることが可能だぜ。さらにこの足や腕には鎖が組み立て式のものがついており、カードや劇中をしっかり再現。そして最後に腕回り。肩パッドの根元にはしっかり関節が仕込まれており、多少ひねったり角度をつけることが可能。さらにこの肩パッドのおしゃれポイントはここ。ちょっとですが金の装飾が施されているため、肩のデザインが単調にならず、とてもおしゃれでかっこよくなっているぜ。さらに腕は足と同様に関節がある。しかもしっかり二重関節だ。そして最後に交換パーツと言いたいところだが、このエクゾディアには交換パーツがないぜ。しかもあまりのパーツもない。そのため素組みが終わればめんどくさい付け替えは一切ない。それでいてこのかっこよさ、さすが封印されしエクゾディア。しかしそのエクゾディアには弱点もあるようだな、勇気。会話、それが合わせ目だ。このエクゾディアは他のプラモと比べると大きいため、合わせ目もその分目立つ。そして腹回りの合わせ目は特に致命的だ。そこに気づくとはやるな会話。さらにこのプラモは他の動画投稿者のおかげで気がついたのだが、これは封印されしエクゾディアではなく召喚師エクゾディアだ。そうだぞ。知らなかったのか。知らなかった。そうか。そうか。
俺の知らない意味不明のエクゾディア、これでどうやって戦えばいいって言うんだ。しかし、俺はデュエリストの魂をかけて、貴様のブルーアイズと戦うぜ。行くぜカイバー、俺のターン。まずは合わせ目処理から。エクゾディアには至る所に合わせ目があるため、ミスターセメント SP を使い、合わせ目の隙間に溶剤を流し込み、両サイドを強く押さえつけたら、中から出てきた溶剤をよく乾燥させ、スポンジヤスリ240番から600番で表面を整えるぜ。大体はこんな感じで合わせ目を消していくのだが、肘や膝に関しては、合わせ目を消すとモールドを彫り直しにくくなるため、先に 0.1mm のタガネでモールドを彫り直してから合わせ目を消していくと作業がとてもやりやすいぜ。続いては後はめ加工について。足の付け根のパーツは内面のダボ軸などを切り落とし、後はめができるように中をすっきりさせ、下の方にある軸は後はめがしやすくなるくらいに短くして、後はめをする際はこの軸を中心にパーツを固定していくぜ。腕輪のパーツには腕の方の固定軸を切り落とし、後はめできるようにしていく。このやり方だとガバガバになってしまうと思うが、後でタミヤエポキシ接着剤で固定していくぜ。その他大きい面積のためうまく合わせ目ができなかった部分にはタミヤエポキシパテを使い隙間を埋めていくぜ。さらにここからはモールドに追加攻撃。シャーペンである程度マーキングしたらデザインナイフで軽く溝を作り、そこに 0.1mm のタガネで溝を深く掘りヤスリがけをしていく。さらに 0.2mm で深く掘りヤスリがけをしたら仕上げに軽く 0.3mm で掘りモールドをきれいにしていくぜ。やる前とやった後がこんな感じ。このように各パーツに追加モールドを作っていく。さらに少し大きいモールドを作るところには 0.8mm のタガネでモールドを掘っていくぜ。これで大体の下処理は終了なのだが、これは召喚師エクゾディア。墓地にエクゾディアパーツを送らない限り奴のブルーアイズには勝てない。揃うのを待つか、墓地にパーツを送るべきか。手を伸ばせば届く距離のデッキがだんだん遠ざかっていく。一体どうすればいいんだ。じいちゃん、情けないの遊戯。もう諦めたのか。でも俺にはもう手が。そのプラモがないのなら一から作ればいいだけじゃ。千年パズルの時のように一からな。じいちゃん。これは、この材料は。わかったぜじいちゃん。俺は召喚師エクゾディアの表紙を生贄にフォトショップでエクゾディアの金型を作り A2 サイズで印刷。その後フィーリングで厚紙でエクゾディアを作っていくぜ。さらに作った厚紙に沿って COS ボードをフィーリングでカットしてヒートガンでなんとか曲げエクゾディアパーツを作るぜ。さらに出すお金をケチって薄い COS ボードを買ったため内面にはグルーガンを使い針金で補強していく。合わせ目にはこの世界堂で買ったフレキシブルモデリングペーストで合わせ目を消していくぜ。あとはフィーリングでなんとなく全体のバランスを取りながら形を作ったら塗装いくぜ。さあまずプラモデルの方にガイアマルチプライマーを塗り塗装の食いつきを良くさせていくぜ。よく乾燥させたらミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを塗り、その上から目立たせたい模様の部分にスターブライトシルバーを塗っていきます。その上から蛍光レッド、純色マゼンタ、純色シアンの順番に模様の色を整えていくぜ。よく乾燥させたらマスキングをし、再び全体を黒く染め上げておくぜ。ふんどしや腕のリングにはミスターカラーのカッパーを使い、端の方には下地の黒を残しながら塗装していくぜ。さらに COS ボードで作ったエクゾディアの方にはターナー塗料のアンバーで塗装していくぜ。そしてプラモの胴体部分にはコーラルオレンジ、パンツァーレッド、ピュアブラックを調色し茶色く塗装していくぜ。先ほどの腕輪と同じように汚れてる感じを出したいため下地の黒が残るように茶色を塗っていくぜ。この色を調色しマスキングをしつつ3層に塗り分けしていくぜ。さらにもう一つのエクゾディアの方にはターナー塗料のオードで塗装していくぜ。この塗料を使うのも初めてだが、そもそも筆塗りをあんまりしないため少し不安があったが、
乾燥したらこの塗料ぐっと良くなるぜ。死者蘇生の白い部分にはピュアホワイトで白く塗り、さらにその周りの装飾の金色の部分にはミスターカラーのゴールドで塗っていくぜ。もう一つの方には一度缶スプレーで黒く塗り上げ、その上からタミヤのゴールドで塗っていくぜ。顔面の赤い部分にはパンツァーレッド、コバルトブルーで塗り、もう一つの方にはタルレッドで赤く塗っていくぜ。首や口元には両方のエクゾディアにパンツァーレッド、コバルトブルーで青く塗り、さらにヒゲにはエメラルドグリーンで緑色に塗っていくぜ。これで大体の塗装は終了。ここからは赤のラインのマスキング以外は剥がし、一度艶消しを塗っていくぜ。その後墨入れブラウンとブラックを混ぜ、全体に筆塗りをして、乾燥したところにエナメル薄め液と綿棒で液だれを意識しつつ拭き取っていくぜ。次にチッピング。スポンジにエナメル塗料のブラックを染み込ませ、スポンジからティッシュで少し塗料を拭き取ってからパーツの隅にスポンジを叩きつけていくぜ。これによりさらに汚れた感じが出てくるぜ。さらに胸にはエナメル塗料のクロームシルバーを使い、隅に同じく塗料を染み込ませたスポンジを叩きつけるぜ。大体の汚し塗装ができたのがこんな感じ。これで胸元周りはいい感じなのだが、腕輪やふんどし周りには筆に塗料を染み込ませ、ティッシュで一度拭き取り、ドライブラシで汚し塗装をしていくといい感じになるぜ。そして汚し塗装の最後にタミヤウェザリングマスターで軽くホコリをつけていくぜ。ここまでやったらボディラインを隠していたマスキングを剥がすと、怒りのデストロイモードはあまり汚れず綺麗に仕上がるってわけだぜ。美しいぞ。これで大体の作業は終了。最後にトップコート、艶消しとクリアをハーフに混ぜ、全体に塗っていくぜ。これで全ての作業は終了だぜ、カイバー。ようやく終わったのか。しかし貴様の召喚士エクゾディア、俺のブルーアイズには勝てまい遊戯。いや、俺は召喚士エクゾディアの他に、俺はもう一つエクゾディアを作っておいたのさ。何？行くぜカイバー。俺が身につけたのは封印されしエクゾディア。なんだと。手足はどうした？手札にあるぜ。今5枚のカードが全て揃った。エクゾディアは召喚される。バカな。奇跡を無理やり起こしたというのか。怒りの豪華エクゾードフレーム。いかがだっただろうか。今回のエクゾディアは最近妙に動画投稿が遅れているっていう理由は、1体目のエクゾディアをこそこそと裏で作っていたためっていうことだな。あとは時間があり次第コツコツ作って腕と足を完成させてコスプレブースに行ったり、夏コミに来ていたとある巨神兵に会いに行きたいぜ。そして遅くなったがこれで動画投稿から3年目は終了。ここからは4年目になっていくぜ。今年も様々な工夫をしてドスケベなプラモの制作の挑戦をしていきたいぜ。さて今日の動画はこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価、熱いコメントよろしくな。もう一人の僕、相棒。とりあえずこれで一段落だね。お疲れ様。これも色々な人たち、そして海馬が手伝ってくれたおかげだぜ。そうだ、マインドクラッシュしちまったんだ。まあそのうち戻るさ。
それよりもせっかくだからエクゾディアを使ってサブチャンネルを立てようよ。そうだな、カード開封をするのか料理動画をするのかはおいおい考えつつ、少し疲れを癒したらサブチャンネルを作っていこうぜ。解説時は Twitter や YouTube で連絡するため楽しみにしていてほしいぜ。それでは次回の動画、そして4年目の眠れない男ゆちをよろしくな。またな。